ほうれん草のサイズは先ほど切ったこんにゃくと大体同じぐらいのサイズ。豆腐を潰さないように。皆様こんにちは、えきょうです。今回は厚揚げを使った白和えを作っていきたいと思います。今回の動画から直接声を入れて撮影してみようかなと思っておりまして、今までは動画声を後入れしておりましたが、少しチャレンジといいますか、後入れしてしまうと少し硬くなってしまうなというのがちょっと自分で見てて思いましたので、ありのままと言ったらあれですけど、こうやって直接声を入れてみて、今回からちょっと撮影をしてみようかなと思っております。どうかこれからの動画でもよろしくお願いいたします。それでは食材のご紹介いたします。ほうれん草、こんにゃく、そして今回のメインとなる厚揚げになります。これらの食材は一応冷蔵庫に入っていたものを今ちょっと取り出しただけですので、ここに人参が入っていただいても美味しくいただけると思います。それでは調理をしていきたいと思います。こんにゃくはだいたいこれぐらいで正直十分です。これぐらいしか使えません。で、こんにゃく薄く切ってあげまして、縦に細長く切ってあげます。ほうれん草に関しては湯がいてから切りますので、まずはこのまま。それでは厚揚げをまずこんがりと焼いていきます。厚揚げに関しては油がついておりますので、サラダ油を引かなくても大丈夫です。厚揚げですが、両面こんがり焼き目がつくぐらいしっかりと焼いてあげてください。沸騰してきたお湯にほうれん草の茎の方をまずだいたい30秒ほどつけてあげます。こうしてあげることで茎の硬い部分は柔らかくなり、刃の柔らかい部分といい感じに、まだ今手でやってますけど、実は箸でやってます。熱いです。はい、で、茎の部分が柔らかくなりましたら刃を入れてあげて、だいたい1分ぐらいですね。1分ぐらい湯がいてあげてください。こちら今湯がいているものは塩水入っております。塩分濃度は適です。だいたい柔らかくなりましたので、冷水で引き上げます。先ほどほうれん草を茹でたお水にですね、こんにゃくの下味をつけていきますので、ここに醤油を少量垂らしてください。分量は適です。ではこの中にこんにゃくを入れてあげて、こんにゃくに下味をつけてあげます。こんにゃくを一度湯がいてあげることで臭み抜きもでき、かつ味付けもできて一石二鳥になります。それでは両面こんがり焼けましたので、厚揚げを処理していきます。厚揚げに関しては後でぐちゃぐちゃにしますので、大きさはサイズは適当で大丈夫です。このような感じで細かく切ったら完成です。続いて先ほど湯がいたほうれん草。ほうれん草のサイズは先ほど切ったこんにゃくと大体同じぐらいのサイズで切ってあげると良いと思います。最後のこの茎の部分はちょっと硬いですので取り除いてください。そしたらこのほうれん草も先ほどの器の中に入れてあげます。で、最後下味つけたこんにゃくをまとめてあげます。それではタレを作っていきたいと思います。まず白味噌を用意してください。白味噌ですけどだいたいスプーン半分ぐらいの量。そして本みりんは小さじ1杯。
そして醤油に関しては辛くなりますので、ほんの少量でいいです。小さじ1杯もいらないぐらい、ほんの少量、香り付け程度でお願いします。そして砂糖も小さじ1杯ぐらいで大丈夫です。で最後すりごまは好きなだけ入れてください。好きなだけ入れれば入れるほど美味しくなります。これらをしっかりと混ぜ合わせてあげます。ベトッと、ボトッとしてても大丈夫です。この後野菜の水分なり油揚げの水分が出ますのでちょうどよくなります。ちょっと味見をいたします。うまい。それでは先ほど作ったタレの中に下処理をした食材を入れていきます。そしたら豆腐を潰さないように下から合わせだれとしっかりと食材が合わさるように軽く混ぜてあげます。ほうれん草やこんにゃく、厚揚げの水分が出ておりますので、先ほどののぺっとした液状のタレもしっかりと周りの食材に絡みついてくれます。ある程度合わさりましたら完成です。それでは盛り付けに入りたいと思います。はい、それでは出来上がりましたのでいただきたいと思います。今回最初に白あえと言いましたが、実際に完成してみると、白あえと言えるようなものではございませんので、タイトル改めてほうれん草と厚揚げの和え物ということで今回の料理をタイトルにしたいと思います。はい、それでは早速いただきたいと思います。いただきます。それではスプーンで豪快にいろんな食材と一緒にいただきたいと思います。美味しいですね。厚揚げやっぱ焼いてあげてることでその香ばしさも出ますし、あとは白味噌ですね。白味噌と白ごま、この組み合わせが本当に美味しい。そのおかげで甘みもあって、あと塩味もありまして、そしてみりんのちょっとした苦味ですかね、これはもう加わることでこの和え物に一体感を増します。でこんにゃく下味してあげてることでこちらにもしっかりと味がついておりますので、こんにゃくの臭みといったそういったものが消えて、この和え物としてしっかりと美味しい一品として出来上がっております。うまい。今回の料理合唱でございます。やっぱ美味しいですね。和え物、私がほとんどこの白味噌とみりんと砂糖、この組み合わせであと白ごまですね、作ってしまいますので、基本的に外れることはないんですが、やっぱ美味しいですね。でこれが今回厚揚げ使いましたけど、白あえを作るならやはり絹豆腐で、ここで私絹豆腐を使う際なんですけど、ごまのペーストを使います。ごまの液状化ですかね。液状化したやつ、すればするほど、すったその先ですかね。ごまをすりにすったその先、すりごまのその先、それがごまペーストなんですけど、それを醤油を入れてあげることでごまの風味というものが引き立ちますので、私この中にごまペースト入れたりもしますが、今回はすりごまで代用いたしました。すりごま使う利点としては、食べた時の食感、このシャリシャリとしたこの食感がやはりすりごまはいいなと、和え物としてはいいなと思っております。絹豆腐を使った白あえに関しては、このシャリシャリ感よりは滑らかさを重視しますので、私はごまペーストを使用いたします。で今回作った料理ですけど、厚揚げ1つに対して1人前ぐらいを目安に調理してみてください。ほうれん草もそうですけど、ほうれん草も1束をベースに1人前ということを基準に作っていただければなと思います。最後にですけど、今回初めてではないですが、全て音声を
初めてですかね、初めて音声を直撮りして料理してみましたけれど、この後私編集してみまして、どっちがいいかっていうものをちょっと考えて、これからの先の動画を作っていこうかなと思っております。次回の料理でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上でした。